ロキの飛行能力が確定。エルバフ回想編が正式に終了。皆さんこんにちは、私はシレンナです。長い救済期間がようやく終わり、ワンピース第1171話の速報が公開されました。タイトルはラグニルです。今回のストーリーは前回の続きで、ロキがハラルドを撃破した後、イムに強烈な反動が襲いかかりました。以前、五老星がジョイボーイの覇気によって撃退された際にも同様の描写がありました。つまり、イムは他者に力を与えると同時に、それ相応のリスクも共有していることがわかります。私が昨年11月26日に投稿した動画で、イムには魂の器のような設定があるのではないかと考察しました。動画のリンクは概要欄にありますので、興味のある方はぜひご覧ください。今回の反動を受け、イムはこれ以上エルバフへ神の騎士団を派遣することを拒否しました。イムは、エルバフは永遠に世界政府と結盟することはない。なぜなら彼らは D の一族と深い因縁があるからだ、と述べました。これは壁画の内容、巨人族は常に太陽の神ニカと同じ陣営にいると再び呼応する形となりました。本話で巨人族の回想編が正式に幕を閉じ、時間軸は現在に戻ります。ハイルディンはロキに謝罪し、彼を解放しました。これにて、兄弟2人の誤解はようやく解けました。その時、一体の亡霊のような骸骨怪物が冥界へと墜落しました。ロキは自分には飛行能力があると言い、他の者たちを先に行かせ、自分がその怪物の相手をすると申し出ました。ロキの戦う姿をずっと見たがっていたルフィは、やはり残って観戦することを選びました。私が以前推測したルフィが最終的にロキに乗って上層へ戻るという展開も実現しそうです。その後、ロキはラグニルでニブルヘイムを放ち、怪物を氷漬けにして戦闘を終わらせました。ルフィはロキの実力に感嘆しました。ニブルヘイムとは北欧神話における9つの世界の一つで、氷と霧に覆われた常世の国であり、死者の国でもあります。まさに氷結属性にぴったりの技です。現時点でロキは落雷、氷結、そして飛行という3つのレア属性を披露しており、その能力は依然として積み重なっています。巨人族に伝わる伝説の悪魔の実とは一体何なのか？犬の実、幻獣種モデルフェンリルか？それともヘビの実、幻獣種モデルヨルムンガンドか？あるいはもっと規格外の能力なのか？小田栄一郎先生が残したヒントをもとに、いくつかの可能性を探ってみよう。まず、この強力な実は巨人族の王家のみに代々受け継がれているという設定から、そのランクが極めて高いことがわかる。動物系の幻獣種か、自然系の上位種か、あるいは超人系のルールに干渉できる能力かもしれない。ロキの背景はおなじみのものだろう。そのモデルは北欧神話のトリックスターだ。小田栄一郎先生はこのキャラクターをデザインする際、多くのロキの要素を取り入れている。例えばあの長い角のついた兜は、ある程度マーベル風の特徴を帯びている。また、ロキは登場時に世界を終わらせると豪語していたが、これは神話の中でロキがラグナロクを引き起こし、世界を滅亡に導いた物語と合致する。小田先生は神話からインスピレーションを得て、それをワンピース独自の物語に昇華させるのが得意だ。この観点からすると、神話におけるロキに関連する事物は、すべて伝説の実の手がかりになりうる。神話においてロキはヨトゥン族に属しており、この種族はしばしば悪役として描かれ、その姿も様々で、中には野獣に似たものもいる。マーベルの本案では、彼らは氷の巨人として描かれ、氷を操る能力を持っている。ロキには有名な子供たちがいる。巨老フェンリル、大蛇ヨルムンガンド、冥界の女神ヘルなどだ。小田先生はすでにこれらの要素をロキの物語に組み込んでいるのかもしれない。まずは巨老フェンリルと氷の巨人というイメージだ。作中でロキは氷雪の中に囚われており、そこはエルバフの世界樹の最下層に位置している。他のコマでも大量の狼の群れが登場しており、インペルダウンレベル5の極寒地獄に似ていることから、巨人族の囚人や仮想民を追放するための区域ではないかと推測される。神話のフェンリルは魔法の鎖で縛られていたが、これは漫画におけるロキの拘束状態と一致する。神話でフェンリルは主神オーディンを殺しており、これは漫画でロキが巨人の王を倒したエピソードに対応しているようだ。しかし、バーソロミュークマもかつて暴君と呼ばれていたことからもわかるように、ワンピースにおける重大な罪名の裏には、しばしば別の事情が隠されている。確たる証拠はまだないが、ロキは真の悪役ではない可能性が高い。
ロキは長年ここに囚われているが、狼たちは近づいて攻撃しようとしない。彼の実力が群れを従えるほど強大で、狼の主となっているからかもしれない。もしかすると今後の展開で、フェンリルという名の白い狼がロキの傍らに寄り添う姿が見られるかもしれない。注目すべきは、これまでに登場した数人の巨人族キャラクターがそれぞれのペットを連れている点だ。ロードはカラス、ヘビ、大型の猫、ハリネズミ、ウサギなど多くの動物を従え、ゲルズはフクロウを飼っている。野獣を手なずけて相棒にすることはエルバフの風習なのかもしれない。次に大蛇ヨルムンガンドを見てみよう。神話では世界を一周できるほどの巨大な海蛇であり、その宿敵は北欧の神々で最強とされるライジントールだ。ワンピースにおける蛇の要素はアマゾンリリー編に集中しており、ハンコック三姉妹の設定はギリシャ神話のゴルゴン三姉妹を参考にしている。しかし、巨人族と蛇の間にも何らかの因縁が存在する。かつてリトルガーデン編の結末でドリーとブロギーが大技を繰り出そうとした際、越えられない地に染まる蛇について言及していたが、それは海を分かつ赤い土の大陸を指しているはずだ。以前から小田先生が赤い土の大陸をデザインする際、世界蛇ヨルムンガンドの設定を参考にし、その尾を噛んで円環をなす姿を赤い土の大陸の形状に例えたという説がある。この意味において巨人族は世界蛇を種族の究極の使命の象徴とみなしているのかもしれない。魚人族が太陽の下で暮らすことを渇望するように、巨人族の最終目標は赤い土の大陸を打ち砕くことなのかもしれない。ここで視聴者から試練な長々と話しているが、それがロキとどう関係あるんだと問われるかもしれない。前述の考察に基づけば、巨人族の目には世界蛇は敵や危険な力の象徴として映るかもしれない。ロキは全身を鎖で縛られ、両目も覆われている。手足の拘束が行動を制限するためだとしても、目を隠す目的に何があるのか。行動不能な囚人にとって目隠しは不要に思える。ロキは目と頭の角に包帯を巻いている以外、体に怪我の痕跡はない。目の怪我でないとすれば、残る可能性は一つ、その目が他者を傷つけるのを防ぐためだ。ロキの目は人に影響を与える特殊な能力、例えば蛇の目を持っているのかもしれない。ロキは生まれつき蛇の目を持っていたために巨人族から呪いとみなされ、それが彼の称号の由来なのかもしれない。ワンピースにおいて悪魔の実の能力はしばしばキャラクター設定と相補的な関係にあり、小田先生は通常キャラクターの特性に合った能力を与える。ロキに蛇の要素があるなら、彼はヘビの実なのだろうか。必ずしもそうとは限らない。実は同じく蛇の目の特徴を持つ生物がもう一種存在する。それは西洋のドラゴンだ。北欧神話にはニーズヘックという名の邪悪な黒竜が存在し、無数の毒蛇とともに世界樹の根を喰らい、最終的にそれを枯らしてしまう。この伝説において蛇はニーズヘックの共犯者としての役割を果たす。これを漫画のロキに当てはめると、なぜ彼が巨人族の恥とみなされているかが説明できるかもしれない。彼は世界樹に対して何らかの行動を起こそうとし、それによって巨人族全体の根幹を脅かした可能性があるのだ。ここでさらに大胆に推測してみよう。フェンリルやヨルムンガンドよりもロキは幻獣種モデルブラックドラゴンに対応している可能性が高いのではないか。その原型は伝説の黒竜ニーズヘックであり、毒液と飛行という2つの高度な能力を併せ持ち、さらにその両目には何らかの支配的な力が宿っているのかもしれない。ロキはtat刑に処されていた。これは古代においては体を裂くような残酷な刑罰だが、現在の彼の状態を見る限り、傷はすでに癒えているようだ。この驚異的な回復力は街道を連想させるが、これは通常、極めて強靭な動物系能力者だけが可能とするものだ。また、ロキの体にある見落とされがちなタトゥーは、両腕から外側へこう描くように伸びており、翼のようにも見える。さらに頭上の黒い2本の角と合わせると、これは単なるマーベル版ロキへのオマージュというだけでなく、黒竜の角を表現している可能性が高い。ニーズヘック自体も死のイメージを帯びており、これはロキの3番目の子供である冥界の女神ヘルとうまく対応するため、この要素もキャラクター設定に組み込まれている可能性は十分にある。こうなると、漫画のロキは神話における彼の3人の子供たちの象徴的な特徴を全て網羅していることになる。この伝説の能力は巨人族が生存の頼りとする世界樹にとって脅威となるため、王室によって代々管理される必要があったのだろう。
しかしロキは危険な一歩を踏み出した。その目的は世界樹によって維持されてきた古い秩序を打ち破ることだったのかもしれない。彼にはラグナロクを引き起こすのに十分な多くの要素が集約されており、黒竜の姿で巨人族の変革を推し進めようとしているのかもしれない。そして彼がローラに思いを寄せていたという点から見ても、彼が真の悪役ではないと信じるに足る理由がある。以上が今回の動画の内容です。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。もしワンピース漫画の熱心なファンであれば、ぜひ私のチャンネルを登録してください。皆さんの応援が私の動画制作の最大の原動力です。それではまた次回をお会いしましょう。